おはようございます。ぺーです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は、遅れていた紅葉が美しい奈良県と、以前からとても気になっている道の駅がある三重県。秋から冬への移り変わりの時期、やっぱり狙いはうまい食べ物、新鮮きのこ、巨大白菜、道の駅では松阪牛、そして寒い夜の定番、あったか新鮮野菜鍋、超新鮮生卵で卵かけご飯も、それに澄んだ空気の早朝に見えた綺麗な星空も最高でした。そんな順調だった旅が、いきなりこれ国道と思うような狭すぎる道に突入してしまったり、なんと私ペイが予想もしない体調不良に。いろいろあった奈良県と三重県の県境をめぐる2泊2日キャンピングカー車中泊旅。本日は2日目の模様をお届けします。よろしくお願いします。ステップ近い。ここが RV パークの横にあるドッグランなんですけど、向こうのね芝生広場はね、ワンちゃんとかは入っていけないみたいで、ここだけワンちゃんが遊べる場所があります。今日走ってねば、はいどうぞ。今日はね RV パークなんで、もうさっきシェードしときます。はい、行きました。はーい、お疲れ様です。母ちゃん、はい、準備できたんで、シェードもね、はい、めっちゃ汚い。なんかボッコボコやね。すごいな。もうね、全然ね。父ちゃん？もうね、苦手なんですよ。なんかね、うまいこといかないんですよね。はい。じゃあ今からですね、道の駅で晩ご飯を食べに行きたいなと思います。なんか松阪牛。嘘。食べたことない。さっきから言うとって。でも松阪牛って。お肉は知ってたけど、松阪牛。松阪牛ね。すごいやん。松阪牛をね、でもそんなこんな1枚ボーンみたいなじゃなくて、丼で一番安いのをいただこうかなと思ってます。はい。でその後にお風呂。8時までかな。だからちょっとね時間がね、結構レストランも閉まるのが早くって、お風呂も閉まるのが早いんで、今5時なんですけどね、今からシャシャッとレストランでご飯をいただいて、でお風呂も入って、あとはねキャンピングカーの中でゆっくりしたいなと思ってます。はい、じゃあ行ってきます。松阪牛。行こう行こう行こう。なんか雰囲気あるね。ベンチの光が綺麗。あれ？コルドリーブスちゃうな、コルドバンクス。本当似てる。ね。シェードが綺麗。ほんまやな。シェードめっちゃ綺麗やね。母ちゃん。はい。ご飯美味しかったね。美味しかったですね。松阪牛、牛食べました。3倍ぐらい食べたかった。そしたら母ちゃん、お風呂行きましょう。お風呂ね、お風呂8時までやからね。ね、ゆっくり入りたいね。ゆっくりちょっと寒い、寒いんですよやっぱり。かなり違うね、なんか。もうじーんと寒くって、なので、お風呂ゆっくり入りたいと思います。はいどうぞ。ただいま。
ただいまにゃ。ただいま。はい。いいや。じゃあ宴を始めよう。宴の会。何の宴やね。あれ、ねんちゃんどうしたの？そっち、母ちゃんとこ行って。こっち来る？おいでなじゃん。おいで。どっち？行ってる？母ちゃん。ありがとうにゃ。僕も飲めるかな。何歳ですか？僕は人の年齢で言ったら20歳ぐらい。20歳。そんな言ってない。まだまだ。はい、じゃあお疲れ様でした。違うところで飲んだら美味しいね。美味しいわね。なんちゃん。ちゅっちゅ始まって。美味しいな。ね。今私たちは道の駅飯高駅にいます。三重県ですね。今晩は RV パークを利用させてもらってます。RV パークなので気兼ねなくビールをいただこうとはい飲ませていただいてます。で温泉も今行ってきたんですけども、今日は2カ所ね、昼間に行った曽爾高原のお亀の湯とこの道の駅にある飯高の湯に行ってきたんですけども、2カ所ともなんか山の中にあって、くつろいでる感じでしたね。前回ジムニーで山の中に入っていた時と同じような道を通ることになって3桁の国道あれはちょっとびっくりしたな。びっくりしたね。あれはびっくりした。なんか予想外で普通に一車線の道、まさかあんな狭い道に入れる。途中からね看板が出だしたんですよ。大型8メーター以上の車通行できませんって書いてるな。できませんって書いてあるね。でそれでちょっとなんか怪しいなとは思ってたんですけど、この車は5メーターなんで、別に行けるかなと思ったんですけど、行けたは行けたんですけど、対向車来てたら大変やだな多分、もう対抗は絶対できへんからもうどっちかがバックしてって結構な距離をバックしていくんですけど、それもなんかこんなグネグネなんで、まだ昼間だったからそうやな。夜やったらちょっともう幅が全然ないし、ガードレールないところもあるし、でなんか枝も出てたから、そうやな。夜はねちょっと上横はね幅は、ちょっとねちょっとギリギリかなと思うところはあったんですけども、そんなには大丈夫、大丈夫だったんですよ。でも夜にもし通っちゃうと上のね、カナが言ったみたいな枝なんかはもう全然見えないと思うんで、結構木がねせり出してるところとかは避けないといけなかったりしたんで、ちょっとねあそこはキャンピングカーでは通らない方がいいかなと思いますね。で今からですけども宴を始めたい。宴っていうかパンをね買ってパンの宴、パン祭りはい、春じゃないよ。春じゃない。秋のパン祭り。そうや、紅葉も綺麗だった。紅葉綺麗だった。温泉のところね、昼間のね、紅葉綺麗だった。すっごい綺麗かった。昼間の曽爾高原。曽爾高原。あそこはあれなんていうの、すすき？すすき？大丈夫？すすきがすごい多かったね。多かったですね。なんか曽爾高原はすすきで、多分すすきとかすすきの景色を写真に撮ったりするところで有名みたいなんで、その辺り周辺もねすすきがすごく多かったですね。なんか夕日とすすきのコントラストを撮るとすごく綺麗っていう風にネットでは書いてあってんな。綺麗かったです。でそれをしたかったんですけど、それをすると夜に細い道を通ることになるっていう。なんか奈良県がね、私大阪と出身が大阪と和歌山と奈良県の県境なんですよ。だから奈良県とか和歌山県とかっていう県境ですけど、そこで自転車で自分でチャーチャーとか行ってなんか県を越えて県越えたとかって思って子供の時ですけどねそんなんしてて、だからなんかあんまり奈良県って馴染みが深すぎて、奈良県ってほんの一部なんですけど馴染みが深すぎてあんまり行こうと思ってなかったんですよ今まで。けど家内がね今日言ってたんですけど、奈良県はすごいいいよって言って、もちろんね歴史のある土地なんで行けばね面白いんだろうとは思うんですけど、なんかね今までそんな行こうと思わなかったんですけど、今日家内がいや奈良県はすごくいいよっていうふうにね言ってて、で実際走ってて
いろいろいいねんな。なんかそうなんかここで泊まって撮りたいみたいなとこがたくさんあったね。あと車でちょっとしたトイレとか休憩できる場所がワンちゃんをちょっと下ろして散歩させるっていうようなところがねいっぱいあったんですよ。あれはいいよな。すごいなんか優しい、感じがする、ね、ウェルカムな感じでなんか、あまた来たいなって思った。ちょっと散歩できそうなところがねいっぱいあってワンちゃん連れにはいいやろうな多分ね。この間ちょっとお散歩できなかったから姉ちゃん寝てるね。ちょっと疲れちゃった。今こうやって話してたらねいつもナギってクッションをこうやってもうメモリしてもチュッチュするんですよ。で今も2人で話しててナギはハウス行くって言ってハウス行ったんですけど、そしたら今もみチュッチュしてんのかなと思ってこのまま寝てるFF ヒーターをね、今から入れようと思います。ただね、このパネルはね、まだ修理に行ってなくって、普段はヒューズを抜いて、電源を一応落としてるんですね。FF ヒーター自体は問題なく動くんで、これでまあ、今押してみると、こうやってこういう表示が出て、で、これで、あともう一回押すと、グリーンのランプがついて、このまま FF ヒーターは焚けるんですけど、表示パネルがね、なんかこうついて、ちょっとついて、消えて、で、またちょっとしたらつくっていう風な、それを繰り返すんですね。表示パネル自体の電源はメインバッテリーから来てるようなんで、メインバッテリーがね、消費されていったらエンジンかからなくなっちゃったりするんで、今はヒューズを抜いてます。で、これはね、修理に行かないといけないんですけど、まだ行ってないっていう感じですね。なんちゃんそこに乗ってたらベッド展開できへんもんじゃあこっち来てハウス行く。よいしょ。よいしょ。手伝う？なんかちょっとなんか新しい方法を考えたつもりやったけど溺れて全然た。あかんかったなんか振り返ったらなんか溺れてる人みたいな。吸ってあげてくれる。これをそうこうか。いい？よし、はい、いいです。うまいじゃん。びっくりしたね。なんかあれ？助けてねなんて。まあ全然早いねんけどな動くまでがそう川の字で寝れるで遠慮しとこうなんでそんなとこだけ遠慮するの。すごい広。ご質問があったんですけど、私が身長174センチでこの後部のところ、このダイネットスペースをベッド展開したら手足伸ばせますか、頭と足が使えませんかっていうご質問があったんですけど、よいしょ、使えとんの身長伸びたあれここだけちょっと出っ張ってるからそうちょっとねベルトでここの出っ張りのところはね当たるのと、あとこれですね、これを取るとちょっとねスペースが何センチぐらいあるかな、これぐらい、8センチぐらいあるんですよ、でこれってやっぱ大きいと思うんで、これをここに乗せておいて、ここをこういうむき出しにした状態で伸びるしね、そう行くとここに足も入りますし、そしたらもう全然いけます、でこの横も同じようにいけるんで、これはね全然出れますよ、この部分はちょっとやっぱり邪魔にはなりますけど、全然こう寝るっていうことに関して、そんな違和感はないように思いますね。
はい。3人とか寝れるよな、多分。このにゃんちゃんのボックスとか何にもなかったら全然。ちょっと寝てみてよ、これ。あ、いいの？変なことはしないで。いいですか？にゃんちゃん、母ちゃん身長いくつ？にゃんちゃん、にゃんちゃんも寝る？なんでここ？にゃんちゃんも寝る？あ、おいで。なんで母ちゃん身長いくつ？160縮んだので縮まんでいい7弱なんで6、まあ6、7ぐらいね。はい、6、7ぐらい。私174です。で、家内は166か7ぐらいですね。で、Nagiは100にゃんちゃんちょっとの長いね。まあわからないですけど、まあこんな感じですかね。ワンちゃん連れだったら真ん中に、Nagiなんか大型犬に近いんで、まあ全然余裕で、全然寝れるよな。寝れますね。寝れます。でもこう斜めに寝たらすっごい手もね、まあ仮に一人でね寝るとしたら、もう全然広大なスペースだと思ってもらったら、はい、いいと思います。明日は一斉に行こうかなと思ってんねんけどな。明日天気どうやったかいや、天気ね、今回そんな悪くないはずやねんけど、ずっと雨降ってるよね。山やからかな。な。降ったりやんだり、なんかちょっと山の天気は変わりやすいみたいななってるから、よくわからんね。いや、めっちゃ真ん中で寝てるやん。そうそう、いつもやで布団引いたら、帰ってきたら真ん中におるで、母ちゃんが、ここに横でそれにしようと思って入ったら、出ていく何やねんって思うけど母ちゃんいつもNagiと寝んので必死やもんな。そうそうそう、Nagiとかでこっち来てとか。仲良くねみたいな。Nagiはでも最近朝方ちょっとくっついてる。最近は夜中によくかなちゃんの横で寝てるわ。歯磨きできるかな、今やったら。歯磨きせなあかん。ただいまの時刻は10時40分ですね。まあもう寝たいと思うんですけど、やっぱり RV パークは気兼ねなく車中泊ができるんで、めっちゃいいですね。で、今現在の外気温は 5.3 度ですね。さっき 4.8 度ぐらいだったんで、まあ多分その辺りを前後してるんだと思います。ね、RV パークなんで明日の朝は少し寝坊しようかなと思ってます。はい。じゃあ寝たいと思います。おやすみなさい。母ちゃん、今は朝の5時32分。Nagiがおしっこって言って起きたんですけど、星がめっちゃ綺麗です。見えへんな。ちょっと撮ってみようと思います。撮影してみましたけど、いまいちうまくいってないと思うんですけど、星空はこんな感じ。あんまりうまくいってなかったですね。じゃあまた寝たいと思います。
おお。何や今。はいはい。ナギ。ジャンプ。はい、ジャンプ。ジャンプ。新しいな。新しいな。待った。中ちゃん、もうなんちゃん食べたらあかんよ。まだみんなでいただきますしてない。でこれがね、この卵が奈良の道の駅ハリテラスで買った卵、これを生で卵かけご飯でいただこうかなと思います。はい、じゃあいただきましょう。いい感じ。いい感じ。そうやな。昨日レストランで食べた時に米が足らんかってね。もう炊いて持ってったから。よし。いただきます。あんま醤油はかけてない。ちょっと入ってんの。あ、美味しいな。いいな。あ、なんか甘い。甘い。甘い。うまっ。これだけで何枚も食べれる。食べれんな、ほんまに。これ美味しいな。おはようございます。今から道の駅飯高駅を出て、でこれから道の駅伊勢志摩を目指そうと思います。ここから60キロちょっとぐらいですかね。まあそこでね、海のものが少し買えたらいいなと思ってます。まあちょっと伊勢のね、観光も、まあ伊勢神宮にね行きたいなと思ったんですけども、どうも伊勢神宮はワンちゃんがね入れないみたいなので、まあその辺りでね、もし観光できそうなところがあったら観光して、そこからまた帰りに伊賀の方の温泉に行こうかなと思ってます。はい、あくまで予定ですけど、はい、じゃあ行ってきたいと思います。本日もよろしくお願いします。見えていい感じやな。いや、めちゃめちゃいいね。山、まあ海の方はこれからやけど、山はなんかいいとこ取りした感じ。だよな。景色もね、いろいろ見させてもらって、美味しいお肉も食べさせてもらって。思ってたより全然良かった。めちゃめちゃいいよね。美味しいものもあって、目に優しい。そうやな、目に優しい。最近目が痛い。痛いですよ。だからね、目のトラブルが多いんで。そう。なんか毛細血管が切れたりとかね。そうね。
だからなんかブルーベリーとかベニーって言われたらなんか何やろなみたいになるんですけどこの緑はいいですね。今嬉野パーキングエリアなんですけど、伊勢に向かってたんですけどね、途中でね多分急に寒かったりしたからかちょっと私がね体調がなんか急に悪くなっちゃってね、体も冷えてるんでとりあえず温泉の方に向かって伊勢はちょっとやめておいて温泉の方に向かって伊賀の方に行こうかなと思いました思ってますなんかもうちょっとだけなんか頭も痛いしちょっと気持ちも悪いんででこの嬉野パーキングエリアで少し横になろうかなと、はい、思ってます。じゃあちょっと休みます。休みましょう。ちょっとここでしばらく休みます。なんかまあちょっと寝たら大丈夫だと思います。よいしょ。ちょっと寝ます。今起きました。ちょっと気分悪かったんですけど治りました今からですねまた再出発をして、伊賀の温泉に行こうかなと思います。体ねだいぶやっぱ冷えてるみたいなんでちょっと温泉で温まってで夜は鍋ができたら鍋まあ体調次第野菜しかないです。そうやな、はい、そうなんですよ。だから伊勢に行って海鮮物をそこで買ってで夜に買ったもので全部鍋しようってまとめの鍋みたいなのしようと思ってたんですけどちょっと体調が悪くなっちゃってはいなのであるものでする感じになると思います。はい、じゃあとりあえず温泉行こうと思います。今伊勢自動車道を走ってるんですけど風がねすごいんですよね。だから久しぶりになんかハンドルを取られるね。今は左から右に強い風が吹いてるんですけどかなりねハンドルを当てないとなかなかまっすぐ走ってくれないですね。母ちゃん、はい、榊原温泉着きました、はい、なんかここはキャンピングカーがすごい多いね。多いね。もしかしたら知ってる人に会うかな知らんな誰も知らん。乗ってなかったらわからない。そうやな。もう一回やり直そう母ちゃん、はい、榊原温泉着きました、はい、最初ね伊賀の方の温泉に行こうと思ったんですけど走ってる近くにこのなんか評価の高い温泉があったんでこちらの方に来させていただきました。でこれから温泉入っていきたいと思います。でさっきちょっと寝込んだからね顔がなんか急にねもともと老けた顔してるんですけどなんか余計老け込んだ顔になっちゃいましたなんか自分でも鏡見たらおじいちゃんみたいな顔だったなと思ってちょっと温泉で回復してきますじゃあ行ってきます。うんねキャンピングカーがね、富士山すごいねなんかねいい感じ。下にもいっぱいRV パークがねあるみたいでここ、知らんかったわこんな。キャンピングカーだらけ。キャンピングカーとRV パークが混ぜてキャンピングパーキャンピングパー売れてないな母ちゃん、はい、温泉、はい、どうでした？いや
温まりました。めっちゃ温まりました。はい。ちょっと若返りましたか？どうですかね。お肌がちょっと良くなる。なんかもうさっき浦島太郎みたいな煙かぶっておじいさんみたいになってましたけどね。この温泉は多分ねだいぶ温泉の質がいいんじゃないかな。良かったです。なんか詳しくはわからないんですけど、なんか入った感じとかあと匂いとか、知らなかったんですけど来てみるとすっごい混んでた。なんかねやっぱり人気があるみたいで、RV パークもあるし、ここねなんか良さげやよな。RV パークあって結構キャンピングカーたくさん止まってはるね。キャンピングカーすごい多分有名なんでしょうね。私たちが知らなかっただけで。じゃあ今からね帰っていきたいと思います。で途中でねどっかで鍋しましょう。はい、お腹減りました。ちょっと気分悪くてあんまり食べてないんでお腹減りました。じゃあ気をつけて出発したいと思います。はい、お願い。なんちゃーなんちゃんちなんちゃんご大まご注意ください。はい、母ちゃんどうぞ。どうぞどうぞ。はいどうぞ。はいじゃあ歯にガーンと落とす。みたいなのってほしい。開けてみます。おー、美味しそう。美味しそうやな。美味しいこれ。生なめこ。美味しいな。美味しい。ちょっと椎茸。ね、アップして。見てこれ。父ちゃん見て、父ちゃん。なんかあれやな、宇宙船に乗る人みたい。かっこいいなんじゃん。今回は奈良と三重の県境あたりをうろうろとして、で本当は伊勢に行くつもりだったんですけど、いろいろあって行けなくって結局のところは前回のジムニーと同じく山旅みたいな感じになっちゃったんですけども、まあ良かったですね。良かったです。すごい。印象に残ってるのはもう最後鍋をして野菜たちもうなんか白菜とかなんか水がねすごい豊富だったんですよね。それで多分野菜がねすっごい美味しいんだと思うんですけど、もちろんね寒さもあると思うんだけども、こういう山の中にある道の駅を巡るっていうのもねとっても楽しいですね。まあ次回はね海の方に行けたらなとは思うんですけども、もうそろそろね母ちゃん雪ですよ。ああ、早くないですか？早いですね。本当にねなんか時間が経つのがもう年々早くなるっていうイメ
メージですね。ちょっと前まで暑かったのになと思ったら、もう雪がねやっぱり降ってるっていう風にねいろんなところから聞くんで、スタッドレスタイヤにね来週ぐらいは入れ替えていこうかなと思ってるんですけども、スタッドレスタイヤに入れ替えたら、また雪遊びが恋しくなるんかなと思って雪を狙っていく旅になるかなと思います。じゃああと80キロぐらい気をつけて帰りたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。なんちゃんもありがとうございました。